はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターナです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は1月後半の星の補足説明とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードの10、ソード8逆、鳳凰、ソードの5、ペンタクス4の逆、そしてカップナイト逆、そしてペンタクスキングの逆ですね。気をつけることや対策がワンドの6とタワーの逆、そしてオラクルはじゃん。で、ワンドのページです。イエーイみたいな感じですけど、ちょっと星の話先にさせていただきたいんですけれども、1月17日から、金星が水亀座に入っています。で、この17日、18日あたりっていうのはとてもなんだか豊かな、自分の価値観が一掃されるみたいな感じもありますし、やっぱり金星が水亀座に入るっていうことは、水亀座さん自身がもともと持っている要素に、愛らしさが加わるとか、美しさが加わるとか、綺麗になるとかということで、なんか愛とかお金とか豊かさとか、美しさとか、そういったものが水亀座さんを照らしてるよみたいな、もともとあるものが光ってるよっていうふうに、まず受け取ってみてください。で、さらに今、ちょうどね、こう、いろんな意味で水亀座さんが応援されてるというか、強調されてるんですね。この1月の後半って。なので自分らしさみたいなのがバーン出てきたり、なんか一皮向けますみたいな感じになったりとかして、非常に華やかな1月後半だと思います。で、1月の19日が、新月なんですけど、この新月はまだヤギ座で起こる新月で、少しこう自分の、表面的な自分というよりも、内側にある自分の、なんか真面目さとか、こう忍耐強いところとか、そういったところに、なんか焦点が当たりやすいんですけど、少し感じにくくても全然いいんです。ただ1月19日に何かリセットされるっていうふうに思っておかれるといいかなと思いました。そして1月の20日から実際に太陽が水亀座に入ってくるということで、ここからお誕生日を迎える方も出てくると思うんですね。おめでとうございます。そして、さらに1月23日には火星も水亀座に入ってくるので、バイタリティとかやる気とか、なんか挑戦していく勇気とか、そういったものも応援されるんです。ということは愛情や美しさや価値も磨かれるし、バイタリティとか情熱とかもやってくるし、光はバーンって自分に向けられていますって、もうスポットライトがいろんなところから自分に向けられているっていう感じがあるので、とっても華やかなスタートが切れる時っていう感じなんです。ただその前に1月19日にちょっとリセットしましょうねみたいな、もしかしたら手放すものがあるかもしれないし、なくしてた方がいいよっていうことに気づくのかもしれないので、その意識だけ持っておいてください。で、その上で、カードを見たら、やはり今この瞬間っていうか、おそらく1月の前半に関しては、本当にちょっと疲れてるって感じもあるかもしれません。これはでも仕方ないことなんです。お誕生日の前っていうのは、やっぱり本来はしっかりと休んでほしい時なんですね。誰でもそうですけど、やっぱり昼間は元気に働いたり、外で遊ぶには、夜にしっかり寝てる、休んでることが必要なように、大きな流れでいくと、やっぱりお誕生日から新しい年を迎えるっていう、その前は、こういろんなものを手放してゆっくりして波動調整する期間なので、疲れたなって感じてもいいし、なんだか自分には今バイタリティがないっていうふうに感じてもそれは仕方がないことで、それはそれだけ自分が、宇宙の流れに乗ってると思って穏やかに過ごしていてほしいんです。で、なんとなく気分が下がったり、なんか頭痛の種があるっていうか、そういう気にかかることがあるっていうのもあるかもしれないけど、それも全部リセットしましょう、19日にみたいな感じがあります。で、なんか少し自分で自分のことを縛ってる感じもするんです。やっぱりこうすべきだよねとか、こうしないと他者に批判されるよねとか、なんだかこうするべきだという一般常識に縛られて、自分らしさっていうものが、封印してるみたいな、そんな感じがあります。いや、本当にもうこれからのね、時代って、
好きなようにやってくださいっていう感じがします。もうそんな、どうこう言う人の考え自体が古いんじゃないって感じがあって、それぞれがそれぞれの、やりたいことだったり、そのままの自分を見せることで調和が取れるのに、なんか軍隊みたいにね、一律でこうあるべきみたいなのってもうおかしいですよね。なんか、その最後のなんか脱皮が今起こっているのかなって感じがあって、やっぱり入り口がソードの銃っていうのは、他者の言葉に傷ついていたりとか、ああ、どうせ私はこうですからね、みたいな、ちょっとこう投げやりになりたくなるような感覚もあるのかなと思うんですけど、でもよくよくよく見たら、自分の中にちゃんと希望はあるんだって感じ。全くもってもうダメだって言ってるわけじゃなく、どうせ私はこうですよって言いながら、深いところでは自分の道っていうのをちゃんと分かっているみたいな感じがあって、自分がこっちに進んでいくべきだとか、今はこうしとくのがベストなんだっていうのは分かっている。そして、ただ、ただ分かってるんだけど、周りとか状況のことを見たら、それは出せないねとか、今はちょっとおとなしくしとくしかないのかなっていう感じなんだと思うんですね。そして、カードが言われているのは、なんか自分が大事にしているものを手放さなくちゃいけないんじゃないかっていう恐れというか、その違和感があるんですけど、全然、手放さなくていいですっていう感じがあり、変にこだわってることっていうのは手放した方がいいけど、自分の良さとかオリジナリティっていうのは絶対に手放せない。手放そうと思っても手放せない。意識的にそこを封印して、従うんだったらできますけどね。あの、なんかそこは消えるものじゃないんですっていうことと、水上さんの持ってるその感覚にアプローチする人がいますよっていう感じで言われてるんです。これはカップのナイトです。カップのナイト、また私から見るとまだ逆なんですけど、水上さんに花束を渡したい人、水上さんに何かアプローチしたい人がいる。それは才能なのか、仕事上のことなのか、技術なのか分かりませんよ。人としてなのか。でも、密かに水上さんを慕ってる人がいるって感じ。それ分かってると思うんですけどね、水上さんも。そして、じゃあ、それ受け入れますということで、受け入れて自分の力をちゃんと見せている。他者にもちゃんと見せているって感じがあります。なので、とても興味深いんですよね。ちょうどこの1月後半って1月の20日から太陽が昇ってくるみたいな日が当たるっていう、その前はちょっと静かにしとこうみたいな感じがあるじゃないですか。それと同じように、心理的にもなんだか自分のことを悪く言いたいとか、ちょっとネガティブになりたいとか、そうなってるんだけど、だんだんこの後半を通して、だんだん自分で自分のことを認めて、あ、じゃあ受け入れます、そう、認めますって言って、表に出てくるみたいな感じがあります。なので、すごく勝利なんです。なんか、よかったねって、やっぱりその通りになりましたよねっていう思いもあれば、もう一つは、やっぱり自分が無理して変えようとしていたことっていうものは、もう手放すんだみたいな感じがあります。なんか無理して自分が何者かになろうとしなければ、何者か、例えば優秀な人にならなければいけないとか、そういう何者かになろうとしてた自分を封印してっていう部分に関しては手放す。もしくは、それはもう違うんだって自分で気づく。そして自分の中の、体の中のリズムに乗って、出ていくっていう感じ。これは。踊ってる感じがしますけど、このカードってね。自分のやりたいように踊っていいんだ。決められたようにやらなくていいんだっていうような、なんか解放感みたいなのがあります。なので、とっても、もしお誕生日が2月の頭の方も同じです、これは。1月の後半からだんだんと日が差してくる。だんだんと元気になってくる。よし、これでいこうみたいな宇宙の応援。やっぱりだんだんと日が上がってくることによって気温が上がりますよね。それと同じような感じで、だんだんと士気が上がってくるみたいな感覚だと思っておいてください。で、これを踏まえた上でお仕事見てみましょう。仕事。仕事。お月さんですね。忍者。ワンドの3ということで、ダイヤルから2枚出てますけど、とってもなんか思慮深くなってるなっていう感じですね、お仕事に関しては。十分その仕事をやるための、経験とか、
自信っていうのは自分の中にあるけど、でもすごく謙虚になって、周りに合わせているって感じがあります。それはそれでうまくいくと思いますし、気にしてることは全然その通りにならない。で、ましてや、噂話とかそういうのは全然気にならないっていう感じがします。むしろ過去に立っていた噂に関しては、もうクリアになっていくっていう感じがあり、で、さらにそこからワンドの3ということで自分の仕事をどのように展開していくかっていう、なんかちょっと光が見えるなっていう感じがしますね。こうやればこうなるなみたいな、ちょっと向こう何ヶ月かの仕事のやり方の、なんか、段取りがつくとか、こう、予定が立つっていう感じがします。はい。ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係。人間関係。カップの3。ペンタクルスの8。ソードの8の逆。これまた出ましたね、ソードの8っていうのは。ソードの8っていうのが、いわゆるどのような概念で自分を縛っているかっていう、そこに気がつくよっていうメッセージなんですね。なので他者に対して、人間関係に関しても、もう無理な付き合いはやめようみたいな形でもう解放していくとか、だから自分が本当に役立つ人間にならなければみたいな思いで何かを一生懸命やるっていうのはもうやめますみたいな。もう自分の感覚を喜ばせます。みんなと一緒にただその感覚をシェアして楽しみますみたいな感じでいくととってもいい感じです。何かをしなければならない。他者のためにっていう感覚でいくと、もうしんどい、もう嫌だみたいな感じになるので、それはしなくていいっていう感じがします。もっと普通にというかシンプルに喜ぶ。嬉しいことがあったんだっていう、それをシェアしたりとか、相手のその喜びを聞いたりとかっていう感情のシェアで喜んでください。なんか役割とか義務とかっていうのはちょっと横に置いとくっていう方がうまくいくのかなと思いました。はい。ということで、最後にもう一枚オラクルカード引こうと思うんですけど、その前にもしこの内容良かったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。水亀田さんの、1月後半、なんかほんと夜明けって感じですけどね。ちょっともう一枚引いてみましょう。はい、これかな。フリーダム。なんて爽やかなカードが出てきたんでしょう。皆さんもこのカードを見て何かメッセージが湧いてきたら受け取ってくださいね。はい、いいですね。ムービングオン。なんか、いいんだよ、手放してっていう感じ。はい、ということでありがとうございました。また1月末に次の動画アップしていきます。ということで素敵な時間をお過ごしください。失礼します。